ずねスチールをしなきゃいけない場面っていうのが試合の中で、出てくるんですけれども、まず1つ目は大量に点差がついている時ですね、しっかり点差を追いつけなきゃいけないので、もちろん高校の時に複数点を取っていくっていうのは大事なんですけれども、先行でもどうしても点数を取らないと10エンド目まで戦いきれないよっていう場合はスチールを確実に狙う場面っていうのが時々起こります。ただどうしてもここで考えなきゃいけないのが、どうしても1点が欲しいがためにあまりにも相手の石が残りすぎてると、自分たちの石をどうにか出されちゃって最終的にさらにまた点差を離されてもうゲームオーバーになるっていう展開がよくあるので、スチールをしに行く時っていうのはリスクを管理しなきゃいけないっていう展開が大事です。基本的に先行は本当は1点を上げる展開をしたいので、そこまで攻めなくてもいいんですよね。そのリスクをそこまで背負わなくても1点を上げる形っていうのが理想なんですが、ただしそのリスクを負わなきゃいけないけど点数を取らなきゃいけない展開、じゃあそのリスクがどのぐらいなのか、どのぐらいのリスクを冒しても絶対に点数を取りたいのか、いやまだ前半のうちだから、ね、点差もちろん追いつきたいんだけど、いやちょっとまだ無理そうだねっていう時は、じゃあ相手に点数を取られない形を作っていくっていうこともケアしながら進めていかなければいけません。どっかでちょっともうスチール難しそうだなってなったら、もう迷わず相手の大量得点を減らしに行くような作戦に切り替えるっていうこともしていかなければなりません。ただですね、これが、ね、後半になってくるとどうしても絶対にもうスチールしないと追いつけない、エンド数が足りないよっていうパターンの時は、相手の石が残っているけれども自分たちがスチールするために相手の石を利用して自分たちがナンバーワンを取って、しかも出されない形を作るっていうのが大事になってきます。ただし石がすごく残っているので、こうなった時に相手がすごく上手に、ね、例えばこういうふうに黄色だけバーンって抜けちゃったみたいなことになってくると大量得点をやられてしまうっていうリスクもあります。ゲームプランは何エンド目なのかっていうのを考えると、じゃあここで無理した方がいいのかしない方がいいのかっていうのでショットの選択が決まってくると思います。